にちは、ずんだもんなのだ。こんにちは、四国メタンです。今日は関東在住の大分サポが藤枝まで行ってきたのだ。仙台に引き続きのアウェー観戦記だから最後まで見てね。今回はローカル線で4時間かけて藤枝まで行くわよ。4時間もかけて移動してられないのだ。高速バスか新幹線がいいのだ。でも今はゴールデンウィークじゃない。午前中の下りの新幹線は満員だし、高速バスで静岡まで行くのにも東名高速を使わないといけないし、それに下りの東名高速道路の渋滞予想は45キロよ。さっきからネットミームネタが多すぎるのだ。それは投稿者がゴールデンウィーク休暇を満喫しているからよ。だからといって序盤からふざけすぎなのだ。ということで話題に戻すわね。今回は行きだけ私鉄と JR を乗り継いで4時間かけて藤枝駅まで移動するわ。それで試合を見終わったら静岡駅経由で新幹線で帰る日程よ。とはいえローカル線だとコンセントと Wi-Fi がないのはきついのだ。せっかくの休暇だから時間には余裕があるから行きだけローカル線にしたってことね。どうもゴールデンウィークを満喫している投稿者です。交通事情も理由には挙げられるのですが、トリニータの新ユニに2万円近く払ったので、交通費削減ということで頑張っています。とはいえ、電車移動が長すぎるのだ。それじゃ、仙台線の反省も兼ねてトリニータの話をしましょう。トリニータが3連敗中なのだ。数字上で話していけば、トリニータは首位に返り咲く可能性は高いわよ。5月に入って、この位置にいるのは上出来なのだ。それでも3連敗中はどうしても気になっちゃうわよね。そうなのだ。先月は岩木、町田、仙台の3試合を見に行ってきたけど、丁寧にパスを回している印象なのだ。下平監督のサッカー自体は否定しないけど、選手個人の動きの修正やチャレンジをしていければ改善しそうな予感よ。あと一手間が加わればもう一度歯車が回りそうなのだ。あとは個人的に伊佐選手の動きに注目しているのだ。ポジションはフォワードだけど直近3試合のシュート数が1つしかないのよね。前線からのプレスやボールを受ける位置はうまいと感じているけど、シュート精度は別としてもっと打っていってほしいわね。放ったシュートが入ったり、相手に当たってコーナーキックやスローインになって前の位置でスタートできるから試合を優位に進めることもできるのだ。ようやく藤枝駅に着いたのだ。これもアウェー観戦の醍醐味としていいじゃない。それに駅からスタジアムまでは無料でシャトルバスが出ているわよ。そういえば藤枝は日曜日にアウェーでモンテディオ山形と試合をするのだ。山形のホームスタジアムの最寄り駅である天童南駅はスイカと下交通系 IC が使えないのだ。だから山形駅か天童駅から切符で乗車していくのがおすすめなのだ。食べ物の話をすれば山形駅のビルに併設されているそばどころ三ツ屋さん平田牧場のとんかつがおすすめなのだ。さすが去年に山形のアウェーに行っているだけあるわね。それに5月17日のアウェーの山形戦を見に行ってくるのだ。あの平日の昼間に試合をする日でしょ。ニートかな。スタジアムに着いたのだ。ここが藤枝マイ FC のホームスタジアムね。でも藤枝の強さには驚かされるわ。はっきり言って藤枝マイ FC は開幕前からノーマークだったのだ。本当に申し訳ない。藤枝マイ FC には森島康人さんが在籍していたクラブでもあるわね。それぐらいしか情報量がないのだ。分析らしい話をすれば、藤枝は5試合のデータを見る限りボールを保持するサッカーをしているわ。それにゴール数もリーグトップに立っているわよ。それから藤枝の選手も調べてみたけど、なかなか個性的なタレントが揃っているのだ。なんといっても渡辺亮選手の得点力の高さなのだ。それから両サイドの攻守の切り替えとスタミナにも注目ね。どうも投稿者です。こんな感じで上辺だけの情報で。本当に申し訳ない。ただ個人的に藤枝に気になった選手がいまして、ゴールキーパーの北村海知里選手に注目しています。キーパーながら身長が178センチと小柄な選手です。身長だけではなくシュートの反応速度や、フィードの正確性がうまいと感じました。元メキシコ代表のカンポス選手のような、ロマンのあるゴールキーパーが日本から出てきたことには驚きです。
以上、高校までゴールキーパーをしていた投稿者のぼやきでした。藤枝のスタジアムは初めてだし、スタグルを食らうのだ。今回は肉餃子ともつカレー丼をいただくわよ。餃子はしっかりとニンニクが効いていて、もつカレーはもつ煮とカレーの両方の長所が生かされていて美味しいのだ。これだけでも十分美味しいけど、ビールも欲しくなる一品だったわ。ちょっと話は脱線するけど、藤枝のスタジアムが好きになったのだ。あまりギスギスしてなくてアットホームな環境だったわね。藤枝サポと大分サポが交流している姿は新鮮だったわ。こういうのも J リーグ文化として醸成されていくのは素晴らしいことなのだ。選手たちが来たのだ。それじゃ試合予想は？絶対に負けられないのだ。アウェーという環境か。勝ち点を得られればそれでいいのだ。それじゃ大分の注目選手は？今回は両サイドの対決が注目なのだ。特に右サイドの重平選手に注目しているのだ。スタミナだけではなく攻守における対人プレーには目を見張るものがあるわ。あとはチーム全体として泥臭いプレーをしてほしいのだ。強引なシュートや意外な場所からもシュートを打ってほしいのだ。僕が言えることはそこまでなのだ。それじゃ試合終了まで守るのだ。やったのだ。勝ったのだ。無失点勝利ね。でもここの投稿者は伊佐選手に何か言うことがあるんじゃない？本当に申し訳ない。この試合はミラーゲームの印象が強かったわ。大分のこの力が上回っていたけど、違う結果になっていたかもしれなかったのだ。そのぐらい藤枝マイ FC の戦力と戦術は一桁順位にいてもおかしいとは思わないのだ。大分の話をすれば藤枝の渡辺選手を抑えただけではなく、交代でいなくなった後も集中を切らさずに守っていたわ。高木選手をはじめ3バックがよく対応してくれていたのだ。これも一つの成長だと思うわ。攻撃面でも積極的にクロスやスルーパスを出していたのだ。成功することに越したことはないけど、藤枝の守備陣形を崩すことができたわね。その結果がクロスから弓場選手の追加点につながっているわね。それではスタジアムを後にするのだ。ここで私ができることは終わりました。東京に戻ります。それじゃ帰るのだ。次回は5月17日のモンテディオ山形のアウェーに行くわよ。平日によく休めるものなのだ。山形戦の翌日以降は仕事が続くから、アウェー観戦記の投稿は3日か4日くらいかかりそうよ。次回の山形戦も楽しみにしてほしいのだ。今回もご視聴していただきありがとうございました。ありがとうなのだ。